皆様、こんにちは。シトラスハンドメイドサラです。今回はですね、このミサンガのこの頭の部分、ここを作っていきたいと思います。それでちょっとですね、私図にしてみました。絵を描いてみました。こんな感じですね。えーっと、ミサンガってね、いろいろあると思うんですけれども、結構多いのが、こういう風にね、柄になってて、結び目がこう右と左にある。もう一つはね、結び目をこう入れられるこういうね、輪っかがあって、柄があって、2本結び目がついている、こういう感じ。で、今回はこっちのパターンですね。この輪っかの部分、ここを作っていきたいと思います。なのでね、ちょっと糸の取り方を説明させていただきたいと思います。こっちのパターンでね、例えば100センチを4本必要とするものがあったら、こっちのパターンだったらその2倍の長さで半分の量になるんですね。これが4本だから、これは2本。そしてね、倍の長さになるんですけれども、1本が200センチ、100センチの倍ですね。で、もう1本だけが、この200センチ、プラス、この部分ですね。プラス、だいたい15から20センチ。太いものだともうちょっとあってもいいかもしれない。ちょっとプラスアルファね、長く取ります。この輪っかの部分を編む分ですね。なので、ね、ちょっと一緒に糸を準備していきましょう。はい。私はね、今回、3色の糸を使います。でもカットしてあるんですけれども、こんな感じでね。糸はね、好きな糸、刺繍糸でもいいですし、これはレースヤンなんですけれども、レースヤンとかでもいいですね。この3色、緑とオレンジと黄色、この3本を使っています。で、こう来て、こう来て、これ200センチで取ったんですけれども、こう引っ張ってくると、最後のところ。ここで200センチ。で、緑でこの頭の部分ですね。この頭の部分を緑で作っていきたいのでね、この部分ですね。なので、このグリーン、パステルグリーンは15センチ長くしました。こんな感じ。ね、1本だけ長く作ります。で、この今の200センチのこの端と、最初のこの頭ですね。この糸の先を全部合わせて半分に折りたたみます。でそうするとこう輪っかができますよね。で輪っかができて、下はこんな感じ。一本以外は全部、長さ、さらってますね。で、一本だけこう伸びている感じ。で、真ん中のところをね、こう押さえながら、こう、ね、ずれないようにこう持ちながら、左右に分けるんですけれども、右の方がわかりやすいかな。右にこういう風に分けて、左右に分けて、右の方にこの長い部分が来るように、ちょっと持ってみてください。この長い部分ですね。これ、長い方が右に来るようにこう分けてみます。ね。で、今これが真ん中、中心ですよね。折りたたむと。こんな感じ。で、ここからね、編むときに、クリップを使う方はクリップを。で、テープを使う方はテープを。私は今回テープで付けたいと思いますので、この半分、今持ってるね、この半分より、ちょっと左から編み始めたいと思います。ね、このミサンガで言うと、編み始めが中心よりもちょっと左から編み始めているので、この糸で説明すると、中心のちょっと左。右側に長い糸がある方ですね。長い糸がない方側。ちょっと左。この辺かな。ね。ここを押さえて、ここを固定します。
こうずれないように。この辺ですね。まあ、大体で大丈夫です。よいしょ。こんな感じでね。ちょっと左。ここから編めるようにね、テープで固定してみてください。はい。それでは、この固定したところから編んでいきたいと思います。でね、編み方はすごく簡単なのでね、この、頭の作り方、一番の山場は、糸のカットとテーピングするところまでなので、あとはもうサクサクっとね、編んでいきましょう。はい。まずですね、私は今回このパステルグリーンのこのカラーを、頭のこの部分にしていきたいと思いますので、今これが長い方ですね。これを編んでいきます。で、編み方は4ですね。数字の4をこのオレンジと黄色。で、自分が編む他の糸の上から作って、この4の真ん中から糸を引っ張ってきて結ぶ。でね、ここあんまりね、ギューって引っ張っちゃうと、これ、糸がずれていっちゃうので、まあ、優しくでもしっかりみたいな。難しいですね。いい塩梅で。はい。キュッとね。編んで、その次は、この4。逆の4を作ります。で、これも下から糸を、この間を通って結ぶ。よいしょ。4編んで、逆4編んで、これで1セットって数えていきたいと思います。もう一回やりますね。4を作って、間を通って、キュッ。次は逆4。こんな感じでやったら、下を通って、中を通って、これで2セット。もうこの繰り返しです。4を編んで、間を通してきて、よいしょ。そして逆4。よいしょ。こんな感じで。で、まあそうですね。ものによるんですけれども、こんな感じで、これだったらね、これが12セットになりますね。で、もうちょっと、まあ、ちっちゃいものでも、これも12ぐらいかな。なんかもうちょっと輪を大きくしたいわっていう場合は15とか、自分のね、好きなだけこの編み目を編んでみてください。はい、こんな感じで編んでみました。私はね、今回これ14セットにしてみました。で、14セット編んで、この糸の先。だいたいみんな同じ長さに揃いましたね。さっきこの、緑のところだけ、ピーって長くなってたところですね。編んでいって編んでいって、だいたい同じ長さになりました。ちょっとこれ外してね、見てみたいと思います。よいしょ。これがね、こう中心となって、こう編んでいくんですけれども、よいしょ。先が合ってるかなっていうか、ちょっとずれてますね。こういう風に左右でずれてる場合は、ね、結構引っ張ってきちゃったりとかね、するとちょっとずれちゃうんですけれども、よいしょ。今ね、こっちの糸が長くなってるんですね。の場合は、ちょっとね、短い方の糸からキュッキュッってこの緑以外のね、糸をキュッキュッって引っ張ると少しずれるので、少しずれたかな。もう少しかな。このね、頭のこの色の、編んでいる糸以外の、この編み込まれているこの黄色とオレンジのところをキュッキュッってちょっと引っ張ります。こっちが短いのでね、真ん中にこの子を置きたいので、ちょっと引っ張ると、だいたい合ってきますね。で、これで真ん中で、そうするとだいたい糸の長さが下合ってきます。これがね、
ちょっと結構ずれちゃうと、最後糸が足りなくなっちゃったりするのでね、こういう風に引っ張ったりするとね、ちょうどこの編んだところが中心に来ますので、調節してみてください。はい、こんな感じで出来上がりました。そうですね。で、ちょっと緩いとね、この間から糸が見えちゃうので、このオレンジと黄色の糸ですね。ちょっと緩いなと思ったら、これをね、キュッて、真ん中にこう、よいしょ、引っ張って、真ん中にキュッてこう押していくと、ちょっとね、編み目もこう詰まるのでね、いい感じになってきます。はい、こんな感じでね、ここからミサンがこう下にね、作っていく。こんな感じになります。完成。はい、今回もここまでご覧いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、高評価いただけるととっても嬉しいです。あとですね、私、インスタグラムの方で作ったものなどあげていますので、もしよかったらそちらも遊びに来てください。またね、このミサンガの編み方とかね、この下の部分ですね、こういったところをいろいろ載せていきたいと思いますので、よかったらまた遊びに来てください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。